こんにちは。漫画一巻だけレビューの時間だよ。今回のテーマはこちら。狐の窓、ゆるっと怪異。特定の指の組み方をして、その隙間から覗き込むことで、普段は見えないものが見えるようになる能力、狐の窓。これを得得した人間の少年ナギが、普段は人間の世界に隠れ住んでいる様々な妖怪たちと出会っていくっていうお話。なんかもしかして日常に潜む妖怪との交流を描くほのぼの系のお話ですか？そうだね。やたら人懐っこい猫股だったり、クールだけど人間の技術力をリスペクトするカラス天狗だったり、常に美味しい食べ物を追い求める二口女だったり、アニメや特撮、アイドルが大好きな地獄の鬼だったり。なんかやたら濃いですね。特に最後のとか。いいキャラしてるよ、この鬼。幼女やショタが頑張って積んだ石を怒鳴りながら崩すなんて、拙者には荷が重すぎるんだおって言ってた。サイの河原の鬼でしたか。しかも語尾がダオって。アイドル魔法少女リップちゃんを押して、人間と同じスレで延々と語り合ってる方が楽しいでござる。とも言ってた。うわぁ、石の塔じゃなくて鬼のイメージをガンガン崩してますね。でも、たまに地獄に戻りたくなることもあるって。やっぱり少年は鬼でしたか。いや、転売ヤーが地獄に落ちてきたって後輩から連絡があった時だって。それはぜひ頑張ってもらいたいですね。まあこんな感じでいろんな妖怪と出会って交流していくんだ。イメージ通りの妖怪もいれば、イメージぶち壊しの妖怪もいる。共通して言えるのは、登場する妖怪がみんな、なんかすごくいい子たちばっかりで、読んでてすごくほのぼのするってこと。そういうのいいですね。一応ね、狐の窓を教えてくれた人からは、使いすぎると厄介な妖怪に出くわすこともあるから、みだりに使わないようにって注意されるんだけど。まさかそれが原因で厄介な事件に巻き込まれるとかですか？いや、むしろ、ナギが狐の窓で知り合った妖怪たちから、あの人間を覗いてみなよって勧められたりして、そこでまた新たな出会いがあったりする。あらら。でも、そうすると、ちょっとお話に緩急がなくて、少し退屈しそうですね。そう、ちょうどそんな風に感じる頃に、いつもと違う出来事が起こるんだ。ナギは東雲探偵事務所っていう、主に妖怪に関する揉め事や困りごとを解決する探偵事務所に助手として勤めていて、狐の窓を教えてくれた人っていうのはそこのボスなんだけど、そのボス、春風蓮と共に事件の解決に乗り出す。ちょっと風向きが変わってくるんですね。ちょっとだけね。事件は、まあ確かに事件ではあるんだけど、そして、狐の窓で知り合った妖怪の一人が、それに巻き込まれて困ったりとかもするんだけど、やっぱり、お話の雰囲気はゆったりした感じなんだ。虚空から刀を取り出して睨み合ったり、衝撃波が飛び交うようなバトルがあったりもしない。淡々と事件の手がかりを追っていくんだよね。そういえば、タイトルも、ゆるっと怪異ですもんね。そうだね。結局さ、このお話っていうのが、日常にささやかに潜む非日常って感じなんだ。なんていうか、もしかしたら、本当にこういうの、あるんじゃねって思わず読者が思っちゃいそうな、そんなファンタジー。わかる？街中の雑踏に向けて、ふと、狐の窓を作って覗いてみたら、もしかしたら自分にも、世界の、ちょっと裏側が見えちゃうかもしれない。そう思って、ついつい試したくなってしまう、そんなお話なんだよね。この狐の窓って実は結構ずっと昔からそういう伝承があるらしいよ。そうなんですか？この漫画だけの設定じゃないんですね。天気雨ってさ、よく狐の嫁入りとかって言われるじゃん。なんかそういうの聞いたことありますね。どこかの地域では狐の窓を作って雨の中をこっそり覗くと、その狐の嫁入りを見ることができるっていう伝承が残っているんだって。へえ。あとは他の地域だと、狐火ができた時にこの窓を覗くと、狐の嫁入りが見えるっていう話があったり、また別な地域では狐火の正体を見破るとか、窓から息を吹きかけると退散させられるなんて話もあるみたい。ちなみに古くは文政2年、江戸幕府で11代将軍あたりの時代だけど、その頃の書物高にもうすでに狐の窓に関する記述があったみたいで、当時はそれが子供の遊びにもなっていたみたい。異界を除く受的な仕草っていう、なんか国際シンポジウム報告書とかっていうのがネットにあって、ちゃんと引用元まで明記して考察してるから、興味あるなら読んでみるといいよ。面白いから。いや、私は別にいいですね。そう。残念。日常に潜む怪異ってなんかフライングイッチみたいですね。正直、私も読んでて思い浮かんだよ。
まあ、あえて違いを挙げるとすると、フライングウィッチってどちらかというと、怪異が自然現象みたいな描かれ方してない？もちろん妖怪みたいなのもいるし、交流もしてる。でも、それはそこにあるもので自然なものなんだ。それに対して、狐の窓で描かれてる怪異っていうのは、明らかに人間界の中では異物なんだよね。異物なんだけど、うまく擬態して人間社会に溶け込んでる。うまく言えないけど、そういう違いかなって思うんだ。大丈夫。なんとなく言いたいことはわかりましたよ。ふふ。現在2巻まで出てるのかな？あ、もうすぐ3巻が出るみたいですよ。もし興味が湧いたら、ぜひ読んでみてね。それでは今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。